皆さん、こんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。初級編第5回目の課題はトイレットペーパーです。トイレットペーパーの文字が長いので、以後はトレペと言いますね。デッサンでは、形、比例、材質感、固有色、立体感、空間、構図などなど、表現するものは多々ありますが、特に今回はここに注目してデッサンしましょうという形でテーマを設定しています。今回のテーマは2つあります。1、一点透視図法による高さの違う楕円の描き方。形については一点透視図法の約束を守ります。自分の目の高さとトレペの上下の楕円の高さの違いによって楕円の見かけ上の大きさが変わります。2、円柱の明暗表現。明暗表現は初級編第1回の紙コップの明暗表現と同じです。トレペの影側の反射光が特に大切です。反射光を表現することで形が後ろに回り込んでいるということを表現できます。白いトレペは円柱形態の代表のようなものですから、形の描き方と明暗表現を再度確認してください。トレペはこれですが、書き出す前にトレペを手に取り、いろいろな角度から形や縦、横、高さの長さの比率、柔らかな紙の感じなどを十分に確かめてください。紙の円筒形ですから、形も多少は変形しています。モチーフの形や色や構造や手触り、重さなどを理解している方が確実に良いデッサンが描けると思います。一点透視図法の描き方に不安のある方は、準備編4の一点透視法による円柱の描き方を説明欄に挙げておきますから、そちらを参考にしてください。画用紙は八つ切りの大きさ38センチ ×27 センチと、鉛筆は三菱ユニの 2H から 3B までの濃さの鉛筆を使いました。左斜めから動画撮影している関係で遠近感が少し大げさについていますが、そこは考慮してみてください。動画の再生速度は前半は2倍速で、後半はちまちましたカットが続きますから4倍速にしました。必要に応じて再生速度を調節してください。また制作時間は1時間30分でした。この動画を最後まで見れば制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがわかると思いますから、最後まで見てぜひ参考にしてください。動画を見て、なるほど、そうするのかと合点がいけば、それだけ皆さんは上達したことになります。それではトレペのデッサンを始めましょう。まず最初に当たりを取ります。光源は左斜め上にあります。画用紙のどこに描くのか、大体の位置と大きさを薄く描きます。鉛筆を軽く持って筆圧を抑えて薄く描いてください。大体の大きさと位置を決めるのが目的ですから、測ったりせずに見た目の感覚で描いていきます。この時に注意するのは、トレペの影のできる側の空間を反対側よりも広く取ります。また、上下の空間では下側の空間を上側の空間よりも広く取っています。影もモチーフの一部ですから、全体のバランスを考えてトレペの位置を決めます。それでは形を描いていきましょう。描く大きさと大体の位置が決まったら、トレペの中心を通る中心線を描きます。中心線は垂直線で、画用紙の左右の縁と平行です。この中心線の垂直が狂ってしまうと、トレペが傾いたように不安定に見えますから、この中心線の垂直はしっかり出しておきます。測り棒を使って中心線と画用紙の縁が平行かを確かめています。次にトレペの上下の高さを決めます。上の楕円の縦の高さを決めます。感覚的に高さを決めても構いませんし、測り棒で高さの割合を出しても構いません。横幅を決めます。次にトレペの高さと横幅の割合を測り棒で確認して、側面の輪郭線を描いています。次に楕円の横方向の中心線を描きます。この中心線は水平線で、画用紙の上下の縁と平行です。
三角印、丸印が同じ長さになっているかを確認します。縦横の比率を検討し直すと少し横幅が短かったので修正しています。垂直になっていることを確かめるために画用紙の縁からの距離を確かめています。トレペの中心から左右の側線までの長さが同じになるように確認しています。上の楕円を描くための4つの内接点ができました。上の楕円を描きます。中心線に対して対称になるように上下左右から丸めます。間をつなぐように形を整えながら楕円を描きます。底の楕円の水平方向の中心線を引き、上の楕円と同じ要領で描きます。上の楕円より底の楕円の方がより円に近い形になります。一点通しによる楕円の約束を思い出してください。楕円が描けたら中心の真の楕円も描きます。この楕円の中心点は大きな楕円の中心点より少し上にしておきます。トレペの上面の大きな楕円と芯の部分の小さな楕円の中心は同じですが、今回は長方形を使って描いているために2つの楕円を描くための長方形の中心は少しずれてしまいます。左図は一点透視図法で描いた二重の楕円、右図は長方形を使って描いた二重の楕円です。同じ形ができますから、この講座では長方形を使って楕円を描いています。理屈は準備編3透視法の動画で解説していますから、と思われる方は参照してください。内側のなみなみ模様も割り付けだけを軽く描いています。これで形は完成ですが、下の楕円の方が上の楕円より正円に近づくという一点同士の楕円の約束が守られているかを再度確認します。最初からあまり形にこだわりすぎると疲れ果ててしまいますから、そこそこで構いません。最後に不要な線は消しゴムで消し、濃くなりすぎた線は練りゴムで薄くして、消しカスは跳ねぼうきで払っておきます。トレペの明暗を描いていきます。使用する鉛筆は、明るい上の面は 2H と H、中間の明るさは H と HB、暗い右側面は B から 3B、台紙上の影は H から 2B を目安に薄い鉛筆から使って徐々に濃さを上げていきました。形が描けたらトレペの明暗を描いていきますが、どこから光が来ているのか光源の位置を確認しておきます。どこが一番暗くてどこが一番明るいかを確認します。光が当たったトレペの明暗を図式化するとこのようになります。光は左斜め上からやってきます。光の当たっている一番明るい面、その外側の中間の明るさの面、光の届かない暗い面、この暗い面の中に一番暗いところがあります。光源から出る光は周囲のものに跳ね返り、明るい側からだけではなく暗い側からもやってきますから、影側の面は反射光が当たりぼーっと明るくなります。反射光は台紙に当たって跳ね返り、トレペの下の方にも当たります。まず胴体の一番暗いところから描いていきます。また色ムラが出ないようにできるだけ長い直線を引きます。線は素早く引き往復させないように一方通行の線で描きます。デッサンでは形に沿う方向の線で描くと形を表現しやすいです。形に沿う線とはモチーフの中心軸に対して
水平面、垂直面で切断した時の切り口の線のことが多いです。しかし、縦横の線だけではデッサンが単調になりがちなので、いろいろな方向の線も使います。書き始めの段階から同じ濃さにならないように明暗の違いを意識します。デッサンに慣れてくれば5分も書けば立体感が出てきます。横方向の曲線は書ける範囲でできるだけ長く書きます。線が書きやすいように画用紙の向きを横や斜めにしても構いませんよ。輪郭線付近の線は向こう側に回り込むように書いてください。常に一番暗い部分が他の部分より一歩先にデッサンが進んでいると、その部分が他の部分を引っ張ってくれますから、とても書きやすくなります。暗さのつながりに沿って斜め方向の曲線も使います。内側の暗いところも書いていきます。上の面も遅れないように 2H の鉛筆で書き始めます。接地面の影もトレペの底の少し乱れた形を拾うように書き始めます。同時に台紙上の影も水平方向の線を多用して書き始めます。この部分が一番暗いですから、トレペの多少乱れている形を拾いながら暗さを追いかけます。反射光が当たる回り込む形の輪郭線付近は明暗が微妙に変化しますから、しっかりと観察しています。分かりにくいときはトレペの後ろに何か暗い色のものを置くと反射光ははっきり見えます。台紙の近いところのぼーっと明るい反射光もしっかり観察してください。台紙に当たった光も跳ね返って反射光となり、トレペは台紙に近いほど下ほど明るくなります。ここで大事なこととして、デッサンは全体を同じ完成度で書き進めます。仮に完成度 30% なら、明るい面も中間の面も暗い面も台紙上の影も全部 30% かけていないといけません。そうすることで、モチーフとそれが置かれている台紙、モチーフの周りの空間も同時に意識できるようになります。ただし、一番強く描くところ、一番自分の方に出っ張っているところや一番暗いところ、一番色の濃いところは他の部分よりデッサンが多少先に進んでいても構いません。大まかな明暗を知りたいときは目を細めてみるとよくわかります。これ以上細めると見えなくなってしまうというくらい細めてみてください。トレペの手話も書いていきますが、濃くなりすぎないように薄く当たりを取るように書いてください。トレペの芯の部分も書いていきます。こういう模様は何個あるのか数を勘定しておかしく見えないように割り付けていくのがコツです。
紙コップの内側の面を描いた時と同じように、面に沿った曲線を使って影の暗さを描きます。鉛筆を動かしている時でも頭を動かさずに、目線だけはモチーフと画面を往復させ、明暗を常に確認してください。目を細めて全体の明暗を確認しながら描いています。描くことに夢中になってはいけませんよ。見ることに夢中になることです。デッサンに不慣れな間はどうしても描くことに集中して見ることがおろそかになりがちです。見る、確認する、描くのサイクルを忘れないでください。結果、その方が早くデッサン力が身につきます。時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてください。距離を置いて見ることで自分のデッサンを客観的に見ることができます。そして明暗をしっかり確認してからデッサンを再開します。台紙上にできる影の明暗の変化にも注意してください。影を描くときのポイントは、影を描写することで台紙の平面的に広がる平らな形を描くつもりで描きます。同じ濃さであれば手前ほど濃く、遠ざかるにつれて少し薄く描くことで奥行きの空間を表現します。トレペのシワの光を受けている明るい面を明るくします。とても消しにくいですが、慎重に明るい面を追いかけます。多少消しすぎても後で調整しますから構いません。さするように練りゴムを使って明るくしています。ここからちまちましたカットが続きますから4倍速にしています。速すぎる場合は速度調整をしてください。両線付近の形と明暗を書き込みながらシワの形と明暗を整えます。短い線を使って形による明暗を意識しながら背景の色味から浮かないように気をつけています。トレペと台紙の接するところに濃い影、接地面の影ができます。その影を先の尖った B の鉛筆で強めに描きます。この接地面の影を描くことでトレペと台紙の区別がはっきりしてトレペのものとしての存在感が強まります。接地面の影は手前は強く濃く、奥に行くほど弱く薄くなるように描きます。また同時にトレペの底の少し乱れた形も描いていきます。シワの影も同じ幅の暗さではないので短い線を使って描き分けていきます。上面の手前の両線付近を一番明るくしながら形を整え、その下の暗い部分とのコントラストを強めます。内側の壁の暗いところも遅れないように描いていきます。なみなみ模様も目立ちすぎないように大きな暗さの中に収めます。台紙上にできる影の明暗にも随分変化がありますから、しっかり観察してください。この影をしっかり描くことで奥行き方向の空間が表現できます。再度言いますが、時々2メートルほど離れたところにデッサンを置いて、モチーフとデッサンをゆっくり見比べてくださいね。そして改善点をしっかり確認してからデッサンを再開します。デッサンが完成に近づくにつれ、この作業を何度も繰り返します。トレペのシワの部分の明暗を描いたり、練りゴムで明るくしたり、全体の大きな明暗の中に収めたりと、ちょっと予想外の四苦八苦がしばらく続きます。
デッサンは細部を書き込んだり、全体の明暗を調整したりと、細部から全体へ、全体から細部へと行きつ戻りつしながら進んでいきます。トレペのシワのような微妙な形や明暗は目立ちすぎないように、大きな形や明暗の中に収めます。輪郭線付近の明暗は微妙に変化しますから、しっかり観察して微調整します。全体の大きな明暗も常に検討して手を加えています。この辺りは目に見えてデッサンが進むというわけではありませんが、辛抱強く小さな形と明暗を追いかけることでトレペの存在感と材質感が強まるところです。全体を見てトレペの特徴的な形や明暗を書き込み、完成に向かって微調整が続きます。ちまちまとした書き込みが続きますが、この辺りが最後の頑張りどころです。上の面の鈍くなった明るさを再度明るくして、その下の暗い部分とのコントラストを強めることで、その部分がぐっと前に出てきます。台紙上の影の微妙な明暗の変化も書き分けていきます。藪下がトレペのデッサンをしている場所には複数の光源があるため、影も複雑に出てしまいますが、まあそれを描くのも楽しいものです。最後に輪郭線付近の気になるところを修正しています。底を平らにした練りゴムを影の周辺部分の濃くなったところに押し当てて輪郭線をぼかしています。そろそろデッサンも完成です。はい、皆さんいかがでしたか？今回は藪下もトレペの下部のシワの微妙な明暗を描くのに四苦八苦しました。皆さんも動画をご覧になれば分かったと思いますが、いつも手際よくさらっと描けるわけではありません。皆さんもデッサンをしている時になかなかうまく描けなくて嫌になることがあるかもしれませんが、心配ご無用です。行きつ戻りつの四苦八苦が動かない平面のデッサンに時間という魅力ある奥行きを与えてくれます。初心者の間は気がつかないかもしれませんが、そこは藪下を信用してもらって大丈夫です。皆さんはこの動画を最後までご覧になったので、制作手順、鉛筆の動かし方、練りゴムの使い方などがなんとなく分かってもらえたと思います。デッサン上達の近道は、多少の理屈を理解して目で見てデッサンのやり方を覚えてしまい、自分で実際にデッサンをして理解をしっかりしたものにすることです。今度は皆さんがトレペのデッサンをぜひしてください。今日は初級編第5回目の課題としてトレペのデッサンをしました。今回のテーマは2つありました。1、一点透視図法による高さの違う楕円の描き方。形については一点透視図法の約束を守ります。自分の目の高さとトレペの上下の楕円の高さの違いによって楕円の見かけ上の大きさが変わります。2、円柱の明暗表現。特にトレペの影側の反射光の表現が大切です。反射光を描くことで形が後ろ側に回り込んでいることを表現できます。円柱状のものは明るい、中間、暗い、反射光の4つを
いつも一体で考えます。白いトレペは円柱形態の代表のようなものですから、形の描き方と明暗表現の練習には最適のモチーフです。はい、皆さんお疲れ様でした。トレペのデッサンの説明は以上です。次回の初級編第6回は球体の応用として卵のデッサンをします。この動画が参考になったという方はチャンネル登録、高評価、コメントもお願いしますね。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。